お疲れ様です。野良之助です。ど素人飯番外編、寿司中級編いきたいと思います。はい、初級の時から出ていた、初級編の時から出ていたこのお寿司の画像なんですけれども、チェーン店のお寿司だもんで、あまり美味しそうじゃないんですよね。まあ、これでだいたい1000円ちょっとぐらいかな。1000円でこれだけ食えるならいいかなみたいな、そういうクオリティのお寿司です。ちゃんとしたお寿司屋さんで食べるとね、もっと美味しそうな寿司なんですけれども、左上から見ていくと、マグロの赤身、ノーマルツナでいいのかな、ノーマルツナで、隣がイカ、スクイッド、イカで、その隣が、マグロの中トロ、ミドルファティツナですね。マグロは、脂が少ない部分と脂が多い大トロという部位があって、で今回大トロは入ってないんですけれども、その中間の、中トロですね。ミドルファティツナですね。でその隣は、見れば結構わかる人も多いと思うんですけど、サーモン、鮭、サーモンですね。でその隣、白いのがタイ、シーブリームかな、タイで、一番右上がエビ、ボイルドシュリンプかな、エビで、左下に行って、アナゴ、コンガイールかな。その隣、ピンク色のやつがネギトロ。マグロを叩いてペースト状にしたものですね。ネギトロ。で、その隣が、アジかな。アジはなんて言うんだろう。ホースマカロルかな。ホースマカロル。ちょっと発音わかんねえや。で、隣、エビ、ローシュリンプなんですけれども、エビの中でも、このエビは特に甘エビと言います。甘エビ。で、その隣に、巻き寿司が2つ入ってますね。マグロが巻いてあるんですけれども、マグロの切り身を、叩いて潰さずに切り身を巻いたものを、鉄火巻きと言います。鉄火巻きで、最後一番右下黄色いのが卵ですね。だいたいこの辺のネタというのは、お寿司の、ご飯の上に、米の上に乗っかっている魚の切り身とかのことをネタというんですけれども、だいたいこの辺のネタは、日本全国どこでも食べられるようなネタですね。ちなみに日本では、だいたい魚介類の種類100種類以上の魚介類を食べることができます。で、お寿司屋さんに行くとね、だいたい20から30種類ぐらいの、ネタはだいたい店にあるでしょう。もしかしたらね、お店によってはそれ以上、ネタをストックしているお店もあるかと思います。で、こういうなんていうのかな、安い普段行けるような寿司屋さんじゃなくって、回転寿司とかでもなくって、一人お酒入れないで5000円とか1万円とかする、
中級クラスから高級クラスの、お寿司屋さんに行くと、だいたい醤油とかね、わさびとかはもう味がついている状態で、お寿司を出してくれます。なので、こっちの方で新たにね、醤油とかつけないでそのまま食べることができるんですけれども、彼ら寿司職人さん、寿司マスターだよね。寿司マスターのことを、日本語で大将と言います。大将。で、大将が一人で、お寿司作ってるお店もあるし、弟子を何人か抱えていて、お弟子さんと一緒に、作ってる3、4人で作ってるお寿司屋さんとかもあります。はい、さっき出てきたタイですね。これめくるとわさびが入ってるんですけども、だいたいお寿司はこういう風にわさびが入っています。でもしわさびが入ってないときは、醤油の脇にわさびを添えてあげて、で、醤油にわさび溶いちゃってもいいんだけど、あんまりおすすめはしないです。ダメではないです。もしわさびが入ってないときは、わさびをですね、ちょっと寿司の上に乗っけるような感じ。ちょっとずれちゃったけどこういう風に乗っけて、ちょっとだけ乗っけて、食べる感じですね。で、醤油をつけるときは難しいんだけど、ネタの方、魚の方にちょっとつけてあげて食べるという感じですね。家で食うときは好きにやっちゃっていいと思うんですけどね。はい、次、イカですね。で、さっき、箸で食ったんですけど、握り寿司は手で食べても OK です。手で持って、ネタの方に醤油をつける。お米のシャリの方につけちゃうと、ほつれちゃうんですよね。バラバラになっちゃうので、ネタの方に醤油をつけて食べます。で、アジ、ホースマーケローですね。で、これ上にネギが乗っかってるので、ひっくり返すとネギが落ちちゃいますね。で、そういう時はこの生姜の漬物、ガリと言います。ガリ。ガリを使って醤油をガリにつけて、で寿司に塗ると。ちょっと見づらいですけどね。ガリに醤油をつけて塗る。こうすればネギが落っこちないで済みますので、このまま食べるという感じですね。エビ、ボイルドシュリンプですね。これ尻尾は食べなくていいです。美味しくないです。天ぷらとかだとね、食べても大丈夫なんだけど、寿司の場合は尻尾残していいです。こういう風にね、例えば茹でたり炙ったりしたネタが出てくることもあります。尻尾残してますね。はい。で、ガリ、これ生姜を甘酸っぱくつけたもので、寿司と寿司の間に食べて口の中をさっぱりさせて次の寿司を食うという形ですね。はい、鉄火巻きです。で、こういう風に海苔で巻いてあるときは手で持っていいよっていう合図なんでね、手で持って食べます。
もちろん箸で食ってもいいです。マグロですね。これ覚えなくてもいいですけど、このご飯の部分、米の部分をシャリと言います。シャリ。で、さっきから言ってるネタの部分、マグロの部分をネタと言います。ネタ。はい、これもネタの方に醤油をつけて食べますと。食べてばっかりで申し訳ないですけどね。穴子ですね。今回、上にこういう風にタレが乗っかってるやつは手で持つと手が汚れるので、箸で食っていいです。で、タレがついてるので新たに醤油をつける必要はないです。で、穴子っていうと、海外の方って言いますけど、一回食べてみてもらえれば多分世界が変わると思うので穴子とかうなぎをねちょっと食べてみてほしいです。で、最後卵、だし巻き卵というのが正式名称です。魚のだしとかね砂糖とかを使ってちょっと甘く味付けされている卵です。この卵でねお寿司屋さんの実力を測るなんていう人もいるみたいですね。はい。あとは食べる順番なんですけど、基本的に好きな順番で食べてもいいんですけれども、薄い味から濃い味にだんだんしていくっていうのが一般的におすすめってされてる食べ方ですね。好きに食べていいと思うんですけどね。この場合難しいな。これイカから始めてイカ、アジ、エビ行ってタイ行ってサーモンかな。で、赤身行って甘エビ行って中トロ行ってアナゴかな。一番最初に赤身持ってきてもいいけど難しいね。難しいなこれ。俺もね別によく知ってる人ではないのでね難しいですけれども、分かんなかったらお店とかだったら大将に聞いてもね恥ずかしいことではないんで、それもいいかなと思いますけれどもね。日本にもし来て食べることがあったら、いろんなね寿司を食べてみてほしいなと思います。だいたいね1個ぐらい、例えばマグロでもサーモンでももし1個でも食べたことがあるんであればだいたいほとんどの寿司は食べれると思うので、ぜひ、日本に来ることがあればいろんな寿司にチャレンジしてほしいなと思います。中級編は以上です。